こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、FreeCAD 1.0 変数仕様の詳細についてお送りします。最初に変数セット std バーセットを作成コマンドの概要について説明します。変数セットを作成コマンドは、FreeCAD で変数を作成、管理するためのツールです。これを使用することで、複雑なパラメータを持つモデルでも、効率的に設計、編集を行うことができます。std バーセットの主な機能は、以下の5つがあります。1つ目は、目的に合わせた変数を定義できます。寸法、角度、文字などいろいろなタイプの変数を定義できます。2つ目は、作成した変数の編集を行うことができます。また、モデル内の他の要素から定義した変数を参照できます。変数は、値を設定するだけでなく数式による定義も可能です。その他、変数のグループ化も行うことができます。これを使用すると関連する変数をグループ化して管理できます。次に std バーセットの活用例を以下に示します。変数を使用することで、パラメータ化された部品の作成に利用できます。変数を使用すると、寸法が変更可能な部品を作成することができます。アセンブリーの管理にも活用できます。アセンブリ内の部品間の関係を変数定義しておくと変更が簡単となります。また、複雑な形状の制御にも役立ちます。数式を使用して複雑な形状を制御できます。設計変更の効率化にも役立ちます。1箇所の変数を変更するだけでモデル全体に反映させることができます。std バーセットの使用方法について説明します。変数を作成するには、std バーセットツールを起動します。そして、変数の名前、タイプ値を指定して新しい変数を定義します。次にこの変数を参照します。モデル内の他の要素で変数を使用したい箇所を選択し変数を設定します。また数式エディターで変数の名前を参照することもできます。変数の定義を編集したい場合は、作成されたバーセットのプロパティを編集します。変数を作成ボタンをクリックするとスライドのようなダイアログが表示されます。名前は、バーセットに対して1位である必要があります。英数字とアンダースコアのみ使用できます。最初の文字は数字を使用できません。各単語は大文字で始まり、スペースやアンダースコアは使用しません。グループ名は任意の名前を入力するか、リストからグループを選択します。タイプは、リストより選択します。値を入力します。この入力は、単位を持つプロパティの単位を受け入れます。さらに追加、チェックボックスをオンにすると連続して変数を作成できます。ツールチップは尾行を入力します。代表的な変数のタイプは以下のようなものがあります。レンクスは長さや距離を表します。単位はミリメートルです。アングルは角度を表します。単位はディグです。クーアンティティは単位付きの数値を表します。単位は自由に指定できます。ナンバーは単位なしの数値を表します。ストリングは文字列を表します。ブーリアンは真偽トゥルーまたはフォルスを表します。値の指定方法はタイプに応じて適切な形式で値を入力します。数式を使用して値を定義することもできます。使用例として、レンクスプロパティに、例えばバーセット、ボックスアンダーライン A スラッシュに、のように入力することができます。また他の変数を参照することもできます。ここでは、width プロパティにバーセット、レンクス1プラスバーセット、レンクス2のように変数を使用して数式を入力することができます。変数を先ほどのダイアログで入力すると、モデルにバーセットオブジェクトが追加されます。このオブジェクトを選択すると、画面下のように設定した変数がリストとして表示されます。こちらは変数の使用例を示しています。最初に、立方体ソリッドを追加して、そのレンクス、ウィドス、ハイトに、それぞれの値として設定された変数を入力したものです。すると変数の値によって、これらのプロパティの値が参照され、右の図のような立方体の形状となります。
次にプロパティに変数を設定する方法について説明します。最初に、プロパティ欄にカーソルを合わせると、fx の文字が表示されるので、ここをクリックすると数式エディターが表示されます。また、fx を押す代わりに、イコールと入力してもこの画面を表示することができます。次に数式エディターで、v を入力するとリストが表示されますので、この中より、バーセットを選択します。すると、バーセット内に含まれる変数が表示されますので、この中より変数を選択するとプロパティ欄に変数が入力されます。この時プロパティ欄が空白表示であった場合は、他の項目を選択すると変数が項目内に表示されます。今回は変数の使用について紹介します。変数は、オブジェクトのプロパティを設定するために使用することができます。変数を利用するには、このアイコンをクリックします。この画面で、変数の初期設定を行います。例えば、名前に VA と入力します。タイプは、プロパティの種類によって選択を行いますが、今回はこのままのタイプレンクスで設定を行います。そして、値は初期値を入力します。例えば、10と入力しておきましょう。またツールチップは、説明にあたる部分です。これで OK すると、この変数が設定されました。モデルビューには、変数セット var セットが追加されています。これを選択すると変数の内容が下のリストに表示されます。それでは、この変数セットをダブルクリックして、さらに変数を追加していきましょう。今回は VB を追加します。続けて、変数 VC、VD も追加していきましょう。変数を続けて入力したい場合は、さらに追加オプションをチェックを入れておきます。変数をセットすると、このように VARSET のリストとして表示されます。また、このリストで変数の値を修正することができます。この変数を使用する例を示します。例えば、こちらの立方体を選択します。こちらのレインジズのプロパティを選択して、こちらの FX ボタンをクリックします。すると、このような画面が出ますので、キーボードより V の文字を入力します。すると下に候補が出てきますので、バセット選択すると変数候補が表示されます。そこで VA を選択します。すると、枠内に変数 VA が入力されます。これで OK を押し確定を行います。それでは、width、height も同様に変数を設定してみましょう。width には変数 VB を、height には変数 VC をセットしました。変数をセットすると、入力した変数の値に従って、立方体の形状が変化します。このように、オブジェクトのプロパティに変数を用いると、元の変数の値を修正すると、このオブジェクトの形状も更新されます。それでは、立方体001と立方体002にも変数を設定してみましょう。このように、3つの立方体に同じ変数を当てはめると、形状を統一することができます。また、変数の設定値を変更すると、瞬時に同じ形状に整えることができます。また、変数の利用では数式を用いることができます。例えば、こちらの立方体001のプロパティを数式を利用して入力してみましょう。こちらのレンクスプロパティを選択したとき、FX のマークが表示されます。これをクリックすると数式を入力することができます。こちらに/2と入力すると、割る2という意味になります。すると、枠の上に結果として 5mm と表示されていることを確認して OK を押してください。これで数式入力が完成します。すると、このようにレンクスが1/2の図形が表示されます。同様に width、height についても2/1を表示するように数式を入力してみましょう。
それでは次に立方体002にも別の数式を入力してみましょう。こちらの数式では、足し算を行ってみます。プラス10と入れましたが、結果は、うまく表示できていません。この場合は、単位をミリメートルと入力します。入力したら、別の項目を選ぶと値が表示されます。同様に残りの2つの項目も足し算を行ってみましょう。このように、変数と数式を組み合わせることによって、効率的な部品の管理を行うことができます。